さん竹雄のもっと楽しむ音楽ラジオ。毎度おなじみ、もっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きズーさんです。はい、今日はですね、YOASOBIさんの新曲アイドルを解説する動画でございます。イエーイ。今回たくさんの方からちょっとリクエストをいただきまして、ぜひこのYOASOBIのアイドル解説してほしいということで、急遽ですね、こちらソファーの部屋と隣にあります、これJuno DS 僕が使っているキーボードと、僕がいつも曲を作るときに使っているパソコンのある部屋に来てお届けしていきます。ちょっとね、この撮影スタイルどうかなと思っているので、また感想とか教えてください。でね、YOASOBIさんのアイドルなんですけども、めちゃめちゃいい曲ですよ。キャッチーで、あと面白くて、それで、YOASOBIの作曲をしている綾瀬さんの2010年代の平成アイドルに対する愛情がもう詰まった一曲だなというふうに聞いてて思いました。特に2010年にリリースされた桃色クローバー Z さんの行くぜ怪盗少女という曲がありまして、この曲を綾瀬さんはもう非常にリスペクトしているんじゃないかなと思っております。実はいつも即興解説をしている僕なんですけど、この曲はもうすでにアニメを見ちゃったので聴いております。なのでその分ちょっと深い解説をしながら見ていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあまずは最初からですね。先生。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。はい、もうかっこいいです。最高。僕最初にもうアニメで見た時に、これYOASOBIの曲って思うぐらい、全然なんかいつものイクラさんの声と違って、むしろAdoさんとかがオドとか歌方ララバイとかでやってるような、ちょっと攻撃的なラップに近いような歌い方をしてたので、イクラさんこんなことまできんのってめちゃびっくりしたんですけど、無敵の笑顔だラスメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様っていう感じなんですけども、この歌い方って松田聖子さんとかあややとかもよくやってた女の子の可愛らしさを出すのに結構適した歌い方なんですよね。語尾をしゃくり上げるっていうか、例えば青い珊瑚礁っていう松田聖子さんの曲は、はぁ私の恋はのって上げてるんです。一緒で松浦綾さんのイエーめっちゃホリデーもイエーめっちゃホリデーウキウキな夏希望みたいな感じでなーってやっぱりやってるんですね。このアイドルの可愛らしい女の子らしさを強調するようなこのしゃくり上げの歌い方をこのYOASOBIさんのアイドルでも歌い出しでやってるんですけど、ただ歌詞がめちゃめちゃ挑戦的なので、結果私のこの強さについてこれるみたいな歌い方になってるんだなって思います。だからこれがもし可愛い歌詞だったら、あなたと行きたいなあのセリアみたいな感じで結構可愛いと思うんですよ。だけど、無敵の笑顔でラスメディアっていくと、もうなんか小悪魔っていうか、なんかデビル感が出ますよね。このミスマッチ感で。めっちゃ可愛いんだけどめっちゃ毒持ってんだろうなこの子みたいな。なんかそういう表現だなって感じました。でその後のとこもう一回聞いてみますね。はい。ちょっと今の面白くないですか？例えば普通のアイドルソングだと、天才的なアイドル様、おい！いつもは私のままでもみたいな感じで、8小節のここに本イントロが入るはずなんですね。で、そこでオタクの人たちはミックスを打ちます。天才的なアイドル様、おい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 よっしゃ行くぞータイガーファイバーバイバーダダダダダダチャーチャーみたいなやつを普通はやるスペースがあるんですけども、令和の曲っていうのはイントロや感想が長いと飛ばされてしまうということがあるので、この曲ではなんとあんなに世界観が変わるようなイントロが
入ってるのに、たった2小節で終わっちゃうんです。時間にして約3秒。天才的なアイドル様、おい！もう何食べたって早すぎるよ、イントロ。短すぎ。でも、これでいいんです。令和はね。だからちゃんとこのアイドルソングをモチーフにしながらもすごく進化してるなって、そういう印象を持たせてくれるこの最初の10秒でございました。まだイントロなんで、1番の A メロ、次いきますね。好きな本は遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それは内緒。何を聞かれてものらりくらり。ここで描かれてる歌詞っていうのはもう完全に今のアイドルですよね。昭和のアイドルじゃない。昭和のアイドルっていうのはもう今日何食べたみたいなことを聞くコミュニケーションってなかったですけど、今ってやっぱりもうみんなポコチャとかで配信したりとか、握手会行ったりとかね、常にこう SNS でも繋がれますから、今日何食べたとか、そういうこととかもなんかみんなこうファンが質問してくれるんですよね。そういう質問に対してアイドルはどういうふうに答えればいいかっていうと、全部を、私が昼に食べたのは、銀座の、ハンバーグ屋さんでデミグラスハンバーグ。そして、その後、とか言ってると、家が特定されてすぐに犯罪に巻き込まれてしまいますから言わない方がいいです。なので、それは内緒。何を聞かれてものらりくらり。忘れちゃったみたいな感じで可愛くアイドル活動できる人じゃないと続かないんですね。なんかこの今風なアイドルを描いた歌詞っていうのがこの全編通して紡がれているので、きっとこの曲って僕らこう音楽ファンとかアニメファンの人も多分聴いてて楽しいけど、実はアイドルやってる本人の皆さんたちが一番共感する曲なんじゃないかなって思います。で、ここが A メロだったんですけど、次の B メロ聴いてください。最高です。誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰もが目を奪われて。まずサビで転調しました。すごいね。で、その上で、B メロ、リズム、ドン、ドドン、パンになってましたね。これは、アイドルのオタクの人たちが現場で打つ PPPH っていう種類のミックスが打てるリズムで、もう昭和からあるすごい歴史のあるリズムなんですけど、皆さんもやったことないですか？パン、パパン、ヘイパン、パパン、ヘイっていうのは、もう誰でも盛り上がれる、こう日本人なら誰でも知ってる振り付けの鉄則ですから、これがあるともう B メロでもみんなで一体感を作れて、サビへのこう、楽しみ感も増すわけです。で、ここで初めて、おいっていう声が出てきます。これは、YOASOBIさんからの直接のオファーで、今回リアル秋葉ボーイズさんという秋葉系のこうファッションでかっこいいダンスを踊る集団がいるんですけれども、その10年以上活躍しているベテランリアル秋葉ボーイズさんにYOASOBIさんがオファーして、おいっていう声を実際収録して、この音源にも入っているそうです。誰かを好き、おいっていう音が聞こえるのはリアル秋葉ボーイズさんの声だったそうですね。冷静に考えても激アツなコラボです。で、サビの転調に参りましょう。嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰もが目を奪われてく、君はいいですね。また好きにさせる、誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドルでもいいんだけど、ここで予告なしに半音上に転調します。で、また好きにさせる、誰もが目を奪われてく、より華やかになりましたね。この急にサビで予告なしに半音上がるのはめっちゃこうだから強制的に人のテンションを上げる力がありますよね。もううわーいってやらざるを得ないぐらい盛り上がると思います。だけどこれ歌うのがめちゃめちゃ難しくて、だってまだ好きにさせるっていう伴奏が鳴ってる状態から自分の脳内だけで半音上がったキーをイメージして誰もっていう最初の3音を歌って当てていかなきゃいけないんですよ。だからこれは絶対音感っていうかすごい強い音感がないとこの曲歌えないと思います。いくらちゃんもそうなんですけど、もう絶世のこう、スターの性を持った人っていうか、才能を持った人じゃないと歌えない曲っていうのがなんかこの曲のテーマにもすごく合ってる感じがしますよね。さらにこの曲のサビを盛り上げるもう一つの要素として、
シンコペーションという音楽の技法がメロディーに使われています。皆さん、4拍子を数えるときってどういう風に数えますか？普通は、1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 っていきますよね。だから、1が一番強い気持ちで僕ら数えちゃうと思うんですけど、この1を半拍前倒しします。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4ってやると、こう割と淡々としたリズムに前のめりな推進力が生まれていくんですね。例えば、君の名はで歌われたラッドウィンプスさんの前前前世っていう曲も、前前前世から僕は、ここでシンコペーションが使われてるんですね。もしシンコペーションがなかったら、君の前前前世から僕は君を探し始めたよになるんですけど、それよりは、君の前前前世から僕は君を探し始めたよっていう感じで、半拍前にあるとめっちゃ推進力が出るの分かります？この技がアイドルでも使われてるんです。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル。もしシンコペーション使われてなかったバージョンを歌ってみますね。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル。なんか乗り切れない感じしませんか？そう。このシンコペーションっていうのをメロディーに大胆に使うことで、僕たちはこのノリノリ感がまさに増して、こう、ズンタン、ズンタン、ズンズタン、ズンズタンっていうこのロックなリズムを感じることができるようになるんですね。で、このハイテンポなアイドルソングにおけるシンコペーションっていうのは、例えば2008年、9年に流行ってた AKB48 の曲とかっていうのは意外とあんまり使ってなかったんですね。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス！これもシンコペーション使えば、会いたかった、会いたかった、会いたかったとかなるんですけど、そうじゃなくて全部頭。会いたかった、ワン、ツー、スリー、フォー、会いたかった、イエス！もう完全表ですね。同じく、ポニーテール揺らしながら風の中。AKB の曲はメロディーがシンコペーションをせずにこのように表で歌っていく曲が多いんです。日本人のリズム感的には表であった方が乗るのは簡単ですからね。そこにある意味革命をもたらしたのがやっぱり桃色クローバー Z さんの行くぜ怪盗少女というヒャダインさんが作った楽曲だったと思うんです。この曲も A メロ B メロまではそんなにシンコペーションしてないんですよ。これが B メロなんですけど、サビ入った瞬間、踊ろう、Hey! 笑顔と歌声で世界を照らし出せっていう感じで、メロディーが笑顔と歌声でっていう感じでめっちゃ裏に来るんです。だから人はこう今まで表でなんちゃらかんちゃら桃色クローバーって聞いてたのに、笑顔と歌声でって言ってこう倍のテンポを感じることができるようになるので、サビでもう一段階こう盛り上がっていくことができるんですね。この弾むような気持ちを表現できるようなメロディーの効果っていうのはやっぱりすごい推進力があったと思うんですね。この技をアイドルもやっぱり使ってるんです。で、そう考えると、綾瀬さん結構、この行くぜ怪盗少女っていう曲自体を構成とかかなり参考に作ったのかもなって思うんですけど、この行くぜ怪盗少女も、ピカピカのダイヤモンド、そんなもんは興味がないのっていう B メロがあるんですけど、それとアイドルの B メロ。誰かを好きになることなんて私わからなくてさ。タタ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 タっていうリズムは、そんなものは興味がないわっていうももクロさんのフレーズと全く一緒のリズムなんですね。で、その後、YOASOBIさんのアイドルは G シャープマイナーに対するドミナントで結構伸ばしてるんですね。そんな言葉にまた人に落ちる、また好きにさせるで、このドミナントで絶対ここ行くでしょとかっていう感じを裏切って、誰もそっち行くのっていう。この効果が面白いと思うんですけど、これも実はももクロさんやってるんです。欲しいものは一つだけ、あなたのその心、Oh yeah、笑顔と歌声でっていうと
こが全く一緒なんですね。で、ももクロさんの場合は、A マイナーのキーから全く裏の調の E フラットマイナーのキーに転調します、サビでね。だからこれは本当にめっちゃ遠いキーに転調してるんで、すごい意外性を聞く人に与えるし、何もっと聞きたいってアイドルに対する曲に対する興味をどんどん増していく素晴らしい転調だなと思うんですね。YOASOBIさんの転調も全く同じ。また好きにさせる誰もが目を奪う。あれなんかすごいとこちょっとって感じで、これも半音上なんですけど、半音上っていうのも、めちゃめちゃ転調しづらいキーであることには変わりがないので、この辺に、怪盗少女っていう圧倒的な歴史を作った名曲に対する、リスペクトみたいなものがすごく込められてるような気がします。その続きいきます。また好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際このアイドルみたいな要所要所はちゃんと表になるとこもいいですよね。日本人は表の方が乗りやすいですから、君はなんてきて究極のアイドルってコール打てそう。一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくこのチャッチャッチャッチャチャッチャッチャッチャっていうフレーズがあるんですけど、これもちゃんとサンサントと同じリズムなんです。タン、スタッタンタン、スタン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 って来てるんで、この曲としての統一性は損なわずにちゃんと盛り上がっている感じがします。はいはいあの子は特別ですここでまたちょっと闇落ちしてる感じですよね。我々は花からおまけですお星様の引き立て役 B ですすべてがあの子のおかげなわけないしょらくさい妬み嫉妬なんかっこよすぎる。ここは、1番では、もう主役級の多分アイドルが、私って強くて可愛くて素敵なんだよっていう自信をもう最大限に発揮する曲だと思うんですけど、2番では、そのアイドルグループのハスの方にいる、この、ちょっと妬み、そねみみたいなものが描写されるパートになってます。だから、曲の空気もガラッと暗くなっちゃいますよね。そもそもまずコード感。こういうコード感が全然なくなっちゃって、みたいな音程が下がっていく編集が加えられたなんかカウベルの音みたいなのがポン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 ってなってるぐらいで全くポップじゃなくなっちゃうんですよね。だって歌っていうのは伴奏っていう世界があってそこで私が主役になれるから歌うわけですよ。この空にって行きたいじゃん。でも伴奏なくてこんなダークなヒップホップみたいなビートだけだと同じ曲でもこの空に翼を広げなんか全く爽快感ないよね。やっぱアイドルの曲もやっぱり伴奏、コードがあるからこそアイドルってうりゃおいになるんだけど、ここまで伴奏ゼロにされちゃうともう曲聴きながら強制的に気持ち沈むしかないっていうか、もうだから綾瀬さんはもうこういうことが表現したいってなったらもう妥協なんてせずにとことんやりきる。だからこんなにガラッと変わる曲演出ができるんだなって思って、すごく思い切りのある人だなと思います。このわけは多分編集で音程も下げてるような気がしますね。おかげなわけなこんな低い声急に出せないですからね。それかいくらさんがめちゃめちゃ歌うまいかで、あんなに闇落ちしてる感情を自分の中で持ちながらまだ歌ってるっていう、この2番のA メロ B メロがあってからこの2番サビをもう一回聴くとちょっと聞こえ方変わっちゃいますよね。あ、そんなしんどい思いしながら歌ってたのって、そういう風に。で、この次また3番に来るんですけど、3番はちょっと違います。実はこのアニメの主軸を担っている愛ちゃんっていう伝説のアイドルがいるんですけれども、その人のことを描いたストーリーなんですね。歌詞ちょっと聞いてみましょう。この秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛だ。今からね、ネタバレします。アニメまだ見てない人はちょっと見てからにしてくださいね。実は愛ちゃんっていう女の子はアイドルなのに隠し子がいるっていうのが結構秘密なんですよ。だから
隠しきるこの秘密だけは。ファンには愛してるって言うんだけど、実は、めちゃめちゃ殺伐とした幼少期を過ごしてきたので、本当の愛っていうものが全然わかんないってずっと言ってて、だからこそ、その偽物の愛、愛してるよー愛してるよーっていうのがめちゃめちゃ上手くてどんどん成り上がっていくんですね、愛ちゃんは。愛してるって嘘で積むキャリアっていう歌詞はその言葉通りだと思います。その後の、流れる汗も綺麗なアクア、ルビーを隠したこのまぶた。これは、この汗がめっちゃ綺麗とかそういう話でもあるんですけど、アクアちゃんとルビーちゃんっていう双子の隠し子を育ててるのがこの主人公の愛ちゃんなので、その主人公の二人の名前を、そのまま歌詞に忍ばせてるんですね。この辺はさすが、もう、アニメのタイアップを今までも受けまくってきた経験豊富なYOASOBIさんだからこそのこの自然なフレーズだなと思いました。しかもこんなフレーズを入れながらも、愛だ、アクア、まぶた、マリア、愛だって最後の5行をちゃんと韻も踏んでるという素晴らしいですね。流れる汗も綺麗なアクア、ルビーを隠したこのまぶた、歌い踊り舞う私はマリア、そう嘘はとびきりの愛だ。誰かに愛されたことも誰かのこと愛したこともないそんな私の嘘がいつか。ここの転調本当面白いですね。この曲は最初が B のキーで始まった後、1サビで誰もがでのとこで C に半音上がったんですけど、それでそのままずっと届けられてきて、誰かのこと愛したこともないそんなここめっちゃ歌うの難しいけど、だから愛したこともまでは C のキーなのに、気合でその後半音下がって、ないそんな。ここで前触れなく半音下にまた下がるので、ここはYOASOBIのいくらちゃんの音感だけで息切らなければいけません。だからめっちゃ歌うの難しいと思う。愛したこともないそんな。僕歌えないわ。私の嘘が本当になること信じてる。で、誰かに転調するかと思ったら、誰か、なんと、さっきまでのキー C から B に下がった後、またこの同じ C の海に浮上するかと思ったら行き過ぎました。C シャープまで行っちゃいます。全音上げです。だからここでもめっちゃ盛り上がりますね。したこともないそんなねてて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 てちんねね信じてる誰もが目を。素晴らしい転調です。で、この半音下がってから最後ラストビで上がるっていうのは、実はYOASOBIさんは今までもやったことがあって、それは夜にかけるでやってるんですね。ラストビ前のところ。君は初めて笑った。騒がしい日々に泣いていた。ここで、落ちサビで一回半音下に下がってるんです。これ全くアイドルと同じ転調。その後、僕の笑顔に溶けてくわ。騒がしい日々に泣いていた僕のところで、なんとプラス3も上がってお届けするのが夜にかけるなんですけど、今回のアイドルはプラス2とはいえ、元が高い曲ですから十分盛り上がった感じはしますし、夜にかけるがちょっと異常だったというだけで、プラス2でも異常です、普通におかしい転調をYOASOBIさんしています。その前提で、だからこの一回下がって一回上がるっていう衝撃的な転調は話題になったんですけど、それを今まであんまり再現はしてこなかったのをここに来てアイドルで持ってきたっていうことは、やっぱり綾瀬さんにとってもいくらちゃんにとってもこの曲は勝負曲なんだろうなって。そういうこの曲でぶつけるぜっていうYOASOBIさんの本会への覚悟みたいなものをすごく感じる転調だなと思いました。それではちょっとラストで聴いてみましょう。私の嘘がいつか本当になることいつかきっとめっちゃ上がった。私はそう欲張りなアイドルとしたいでみんなのことちゃんと愛し素晴らしい曲ですね。つまり1サビで歌ってた
私はなんか嘘ばっかついてるアイドルっていう状態から、本当に愛したい君がいるから私は嘘をつく。そう。それでも私はやっぱりアイドルっていう一段階こう思考が進んだラスサビなので、その歌詞とこの一段階上がってお届けするこのキーの上がり具合が、そのラスサビのこの歌詞とすごくマッチしてて、だからこそこの曲としての高揚感が歌詞と追いついてて、聴いてる人としてはすごくこう気分が上がっていくんですね。いつに言ったけどやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してる。なんとこれまでそのファンには嘘で愛してるよーって言ってたけど、本当の意味では人に愛してるなんて言えたことがなかった愛ちゃんがやっと言える本当の気持ちで愛してるで、この曲歌が終わるんですけど、そこでついに僕が大好きなというかみんな大好きな8小節のミックスを打てるタイミングがようやくやってきます。さっきはね2小節しかイントロの後の感想がなかったですから。嘘じゃない愛してるあーよっしゃ行くぞじゃーじゃーが打てますね。あれ闇落ち何怖い怖い。終わり方怖すぎ。あんなにみんなでうりゃおいができたのに、急に最後闇落ちして終わるんですよ。これって多分、僕まで1話2話までしか見てないんで、先のストーリー知らないけど、ちょっとマジネタバレなんで、本当にアニメ見てない人は今すぐこの動画を消してください。その上で言いますよ。アニメの最後で、その主人公の、だと思ってた愛ちゃんっていうアイドルがファンに殺されて死ぬんですけど、本当にその愛してるってやっと、その双子の二人に本当の気持ちで初めて言えた瞬間に死んじゃうんですよね。すごくショッキングなシーンだったし、また、こう見てる人も感動できるシーンだったと思うんですけど、そのこの邪悪な意志によって人生自体がぶつ切れにされてしまう感じを表すにすごくぴったりな曲だなって、思うんですね。だって、うりゃおい、うりゃおいができる感じだったのに、終わり？続き聞きたいんですけどどうなっちゃったの？何？曲止まった？みたいな。この感じが、すごくそのアニメの第1話の終わり方とマッチしてたんだなって見て思いました。マジでいい曲だと思います。だし、キャッチーさが本当に溢れてて、しかも、その平成後期を彩ったアイドルソングへのこのリスペクトだったりとかいうものがすごく満ちてるので、今まで AKB でもももクロでも何か好きな曲が1曲でもあった人ならきっとハマれる。誰もがそのカルチャーにこう思いを馳せながら好きになれる素敵な一曲だなと思いました。ということでまた、感想などお待ちしております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ちょっと今日は一人でお届けしましたが、これからもズーさんと今日の中ラジオよろしくお願いします。ズーさんでした。バイバーイ。